皆さんこんにちは。いつもご視聴してくださっている方はお久しぶりです。はじめましての方はこの動画を見に来てくださってありがとうございます。今回の動画は普段の Vlog ではなく、社員旅行で宮古島に行った時の動画になります。初めて私が動画を投稿したのが去年の石垣島の社員旅行でした。まだあの頃は動画を作り始めたばっかりで、よくわからないまま作成していたんですけど、試行錯誤しながら1年経ったんだなぁと思うと感慨深いです。ANAで宮古島に行くので、初めて羽田空港第2ターミナルに到着です。この日ちょうど羽田空港のターミナル駅で発煙がありまして、電車組はかなりバタバタでの到着となっていました。私は幸いバスで向かっていたため、特に遅延等には巻き込まれなくて済んだんですけど、朝からものすごいヒヤヒヤしました。結局機体の空調にも不備が見つかりまして、出発予定時刻よりも1時間近く遅れての出発となってしまいましたが、全員無事に飛行機に乗ることができました。今回のスケジュールはお子さんがいる家庭も多いため、この期間のうちに参加できるところで自由参加というパターンだったので、最大5泊6日、最短で2泊3日というスケジュールで参加者がいた感じです。私は4泊5日のスケジュールで参加させていただきました。今回全部で3台レンタカーを借りて各々自由に行動していたんですけど、私は最後の社員旅行になるので、私のいる車は運転手と他のメンバーにお願いをして、私の行きたいプランでスケジュールを組ませていただきました。その結果、とんでもなくハードスケジュールになってしまったのはおいおいお伝えできるかと思います。安全のため、ベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。ベルト着用サインが消えた後、客室乗務員は無事に到着。もともとの到着予定時刻が15時20分なので、約1時間遅れで到着しました。この後はまずレンタカーでホテルに移動します。レンタカー会社の車で全員をピックアップはできないので、運転手3名がレンタカー屋さんに行き、手続きをして空港まで戻ってきてくれるという流れになっております。レンタカー会社までは、だいたい10分ぐらいの場所にあるとのことだったんですけど、この時どれくらい時間かかるのか私たちにも正直分かっておらず、この日は一部メンバーは19時15分スタートのヤシガニ星空ツアーを予約していました。
直接現場まで車で来てくださいとのことで、ホテルからは約25分ほど。この時点ではホテルに着いて荷物を置いてなんか食べるぐらいの時間はあるよねと思いながらのんきに待っていました。あっという間にこんな時間。ここからホテルに行って全員のチェックインの手続きをしてからツアーに行きますが、思っていたより時間がなくてびっくり。19時15分に現地にはいないといけないので、割と時間がカツカツになってしまいました。やっぱり飛行機の遅延1時間が大きいのと、人数が多くなると手続きも結構時間がかかりますね。ホテルに到着しました。今回宿泊するのはホテルアートアベニュー宮古島になります。こちらは2023年9月オープンの新しいホテルになります。ホテルのすぐ近くには宮古神社があり、目の前には張水宇滝というパワースポットもあります。ここの一番の目玉はホテル併設の宮古横丁ですね。7店舗の飲食店が入っているので、ホテルから出なくても食事できるのがいいなぁと思いこちらに決めました。後ほど宮古横丁での食事についても出てきますが、まずはチェックインをしていきましょう。チェックインは2階になります。2階ロビーにて無事チェックイン完了。ロビーには大きな刺繍のような跡があり、宮古島の名所が載っています。これから私たちが向かうのはインギャーマリンガーデンの方なので、縦にまっすぐ下に向かいます。と、その前に部屋が綺麗なうちに撮らせてくれと急いで撮ったルームツアーを載せておきます。とにかく新しくて綺麗だったのと、洗濯機が完備なのが最高でした。時間がなくて真っ暗なまま撮っていてすいません。今回私たちが予約したツアーはこちら。1人3000円、子供料金ありですが、サイトで予約するときには一旦全部大人料金になってしまったので、現地支払いにした方がいいかと思います。こちらのツアーのいいところは当日予約が可能なところ。私たちも天気を見てから決めたかったので、当日予約をさせていただきました。時期により集合場所や時間が変わるようで、この時期はインギャーコーラルビーチ駐車場に集合でした。懐中電灯を貸してくれるのですが、本当に真っ暗なのと足元が割と悪いので、ビーチサンダルよりはスニーカーもしくはベルトのあるサンダルがいいかと思います。真っ暗でオスモでの撮影が難しかったので、ここからはスマホでの写真になります。ガイドは翔さんという方でした。私たち以外にもお子様連れの家族が参加していました。こんな感じで途中止まりながら説明をしてくれます。これをね持った時にこうやってグワーって出てくるの、これ今ね威嚇中です。で個体によってはもうね貝殻の中に引っ込んでしばらくね動かない、タイプもいるんですけど、もうそのね、個体によって、差があります。他にもヘビの赤ちゃんを見せてくれたり、鍾乳洞を見たり、途中で入り江に出て星の観察もしました。ヤシガニはこの時期は寒いためほぼ見ることができないそうです。寒いといっても17度ぐらいはあった気がするんですけど、ヤシガニからすると寒いようです。あと虫が嫌いな方は要注意です。途中で虫がちょいちょい出てくるのと、私たちの時も木にでっかい G がいるのが見えたりしました。なので虫が苦手な方はジャングルツアーよりも星空ツアーのみを選んだりした方がいいかなと思います。ヤシガニは見れなかったけど、とっても楽しいツアーでした。お腹がものすごい空いているので、本日は下の宮古横丁でご飯にします。7店舗あるうちすでに1店舗は閉店してしまってました。そして曜日や時間によってなのか、すでに閉まっているお店もありました。またこちらの横丁は一つの店で会計をして次の店に行くという感じなので、他店のものを買って他のところで食べるとかはできないそうです。とにかくお腹が空いていた私たち、つまみ系というよりはしっかり食べたいとなりまして、決めたのが宮古島のタイ屋台プラローマ。店員さんも明るくてとっても親切なお店でした。装飾も南国感が出ててよかったです。ただ時間的にも遅い時間だったので、一番食べたかったトムヤンクン宮古そばの方は売り切れてしまっていて、
普通のライスヌードルしかなかったので、気になる方は早めに行くと良さそうです。ビールも船が遅れてしまっていて輸入が間に合ってないそうで、シンハがなくてチャーンのみとのことでした。チャーンでも全然タイ感が味わえるのでいいですよね。って言ってもここ宮古島なんですけどね。で、大好きな空心菜もこの時期は小松菜になってしまうそうです。なので私たちは豆苗炒めにしました。空心菜にしろ豆苗炒めにしろ、やっぱこの味付けが最高なんですよね。そんな感じでたくさん美味しいものを食べて飲んで1日目が終了しました。なんと出る直前に電気が消えたまま撮ったのを覚えていた私、ちゃんと戻ってきてから撮ってました。偉い。アメニティもおしゃれで、何よりここ防音がすごかったです。早朝の洗濯機も隣に聞こえなかったみたいです。この時私はずっと洗剤どこって言って探しています。この白いボトルが洗剤だったことにこの後気づきます。そんな感じで1日目はここで終了です。最後まで見てくださってありがとうございます。2日目以降もぜひお楽しみに。